ちは、熊谷由香です。今回はガオモンさんからガオモンプロ 19-4K を提供いただきました。ここまで大きい液タブを使用するのは初めてなので、レビューするのが楽しみです。動画の後半にはガオモンプロ 19-4K を使ったイラストメイキングもお届けします。早速開封していきます。まずは本体。ペンホルダーとスタンドは本体に接続されていて、すぐに使うことができます。クイックスタートガイド、 G プロペン、手袋、ペンスタンド。中には芯抜きと標準芯8本が入ってます。芯、標準芯とフェルト芯の2種類が付属してます。クリーナー、最後にケーブル類。付属品を全部並べるとこんな感じです。ちなみに本体は2年間の保証付き、ありがたいですね。それでは本体を詳しく見ていきましょう。とにかく大きいです。サイズは 18.4 インチ。裏側にはスタンドがついていて、こんな風にレバーを押しながら角度を調節できます。5段階調節が可能なので、自分好みの角度に合わせて使えるのがとても良かったです。ケーブルの差し込み口はこんな感じ。左上には電源ボタンがついています。ケーブル類を接続してドライバーをダウンロードしたら、ペンテストを開始してみます。まずは標準芯。滑らかな書き心地です。標準芯にもかかわらず若干の摩擦感があり、アナログ感のある感触が心地いいですね。次にフェルト芯。実はフェルト芯を使うのは初めてなのですが、標準芯よりも摩擦が感じられ、どこか温かみのある書き心地でした。どちらもペン先の精度が高く、沈み込みなどもほぼありませんでした。ペンの重さも軽すぎず重すぎずちょうどいい感じです。今回はガオモン製品をイメージしたキャラクターのイラストを制作させていただきました。ここからはメイキングの様子を手元撮影形式でお届けします。まず最初はキャラクターデザインから始めます。ガオモンさんのロゴや色合いからイメージを広げ、試行錯誤しつつ手を動かしていきます。まずアイデアとしてあったのは、ガオモンさんのロゴの特徴ともいえるオレンジと黒の配色。それからガオモンさんは中国の会社なので、服にチャイナ要素を入れたら可愛いんじゃないかと画策中。そして電化製品の要素としてケーブルなどをいい感じにデザインに組み込みたいなと思っているところです。キャラクターデザインができたので、それを参考にしつつオーラフを何案か描いていきます。頭の中でいろいろな案を考えたのですが、今回はキャラクターデザインを活かしたかったので、キャラメインの構図をイメージして手を動かしています。ガオモン製品を見た時、可愛いというよりはかっこいい、スタイリッシュという印象が強かったので、キャラクターの性格や見た目もそういった印象に寄せてみました。左下の構図が気に入ったので、オーラフを拡大して下書きとして活用します。少し煽り気味の構図でキャラクターが胸の前でポーズをとっているイメージです。キャラデザの色をスポイトで取ってラフに色をつけていきます。ある程度色が塗れたら、今回はすべてのレイヤーを結合し、感覚的に整えていきます。思いつきで背景をオレンジ色にしてみたら、絵にメリハリがついたので、
この方向性で進めていきます。ハードライトレイヤーを使い、ざっくりとライティングもしてみました。シャーペンを使って大まかな線画を描いていきます。ちなみに今回使用した芯は標準芯です。もともと標準芯に慣れていたのもあり、私はフェルト芯よりも標準芯の方が手に馴染みやすかったです。先ほどの線画を薄く表示させ、同じレイヤー上で上からそのまま線を加筆する形で整えていきます。使用しているペンはザカペンです。一発で綺麗な線画を描くのが苦手なので、最近はこんな風に段階をとって描くのがマイブームです。画面が大きいのでキャンバス全体を広々と使えてとてもいいです。ペン先の遅延などもほぼなく、大きな紙に直接描いているような感触でした。ラフの色をスポイトで取り、ベースカラーを塗っていきます。私の部屋は割と日光が入ってくるのですが、アンチクレアガラスが搭載されているので、日光の反射がほぼないのがかなり助かりました。いつものようにハードライトレイヤーを使い、白色で光を描写していきます。すべてのレイヤーを結合し、厚塗りしていきます。ラフっぽいところを見つけ次第加筆します。画面越しだと伝わりにくいかもしれないのですが、とにかく発色がいいです。いつもは割とタブレット上での色の見え方とスマホ上での色の見え方に差があることが多かったんですが、今回イラストをスマホでも見てみたところ、色の見え方にほぼ違いがありませんでした。
ロングヘアのキャラデザだったのですが、なんとなくパッとしない気がして、試しにポニーテールに変更してみたところ、かなり気に入ったので髪の毛だけ新しく加筆していきます。ケーブルをリボンに見立てたり、ペンを背中に剣のように背負っていたり、液タブをキーホルダーのように腰につけていたり、今回のキャラデザは可愛いだけでなく、製品の擬人化という点でもかなりいい感じに描けた気がして、個人的にとても気に入っています。ちなみに今回の絵の総制作時間は約11時間でした。この動画では20倍速ほどでメイキングをお送りしていますが、近日中にノーカット&低倍速バージョンのメイキング動画もアップロードを予定しています。気になる方はぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。完成です。今回はガオモンプロ 19-4K を使ってイラストを制作させていただきましたが、お値段に見合う高性能液タブだと思いました。個
個人的には不審者さんというよりは、絵を描き始めて数年経つし、そろそろ本格的な液タブに買い替えようかなと思っているようなお絵描き中級者から上級者さんにおすすめしたい液タブです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。